こんにちは、ミントです。今日は我が家のキッチンをご紹介したいと思います。我が家は2024年に中古マンションを購入し、フルリノベーションしました。その中で一番予算と時間をかけたところがキッチンです。我が家のキッチンのこだわりはただ一つ、できるだけ物を出さない、それだけです。見せる収納にも憧れがあるので、賃貸だった頃はチャレンジしてたんですけど、どうしても綺麗を保つことができなくって、なのでリノベをする際にはできるだけ物を出さないを前提に設計をしていただいています。またキッチンを作るにあたってかっこよすぎたりするとちょっと自分に馴染まないような気がしたので、シンプルでおしゃれさもありながらも温かみを感じられるようなキッチンをイメージして作っていただきました。ではまず設備から。水洗と浄水器はデルタのものを使っています。このゴールドの美しい造形美に惹かれて、浄水器とセットでお願いをしました。これは完全にデザイン重視って感じですね。私より少し前に一軒家を建てた姉からタッチレスのデメリットを聞いていたので、私は特にこだわりもなかったのでタッチレスにはしませんでした。ホース式になっていてシンク全体が掃除しやすくなっています。こんな風にシャワーに切り替えることもできて、意外と便利なところもあります。オーブンはミーレのビルトインを使用しています。もともと家電量販店で多機能オーブンレンジを買う予定だったんですけど、ショールームで立派なビルトインのオーブンを見たらどうしても欲しくなってしまって、こちらにしました。結構多機能でいろんなモードがあるんですけど、意外と使えるのが解凍機能というやつです。温度を調整しながらすごく自然にお肉とかお魚を解凍してくれます。またキッチンタイマーとしても使えるところも地味に便利で気に入っています。食洗機はもともと大型で考えていたので、オーブンとお揃いのミーレにしました。賃貸だった頃は置き型の食洗機を使ってたんですけど、当たり前なんですけど全然使い勝手が違いますよね。本当に毎日感謝しながら食洗機を使っています。普段はこんな風に扉をすべて全開にしてで片付けています。この収納棚とオーブンの扉が全開にしてもギリギリ当たらないようになっていたので、これはもともと考えていた設計のポイントではなかったんですけど、実際に使ってみるとこんな風に全開にして収納できるのですごく便利です。大きなお鍋も入っちゃいます。で、お次は R 家のカーボネーター3です。炭酸水メーカーですね。このマットなサンドベージュの色味がお気に入りです。これはちなみに、義理の家族からいただいたものになります。私は炭酸水をよく飲むので、夏場は特にほぼ毎日使用しています。炭酸自体は市販のウィルキンソンとかに比べるとだいぶ優しめかなと思います。人によってはちょっと物足りないかもしれません。私は家で飲む分には十分って感じですね。ディナーの時にハイボールを作ったり、あとは日中の作業中にレモンソーダを作ったりとか、家でパソコン作業する時ってドリンクのバリエーションがあると、小さなモチベになったりするので地味に大事なんですよね。もちろんそのまま飲むこともしょっちゅうあります。
お次は炊飯器です。リノベの設計をする段階で炊飯器はキッチンの上に出すと決めていたので、デザインが気に入ったものを選びました。部品の取り外しがしやすく、掃除しやすいというのもポイントが高いです。あと面白いのが、お米の種類によって炊き分けができるところです。私は普段ササニシキを食べるので、ササニシキを選んでいます。で、お次がバイタミックスです。引っ越す前から必ず買うと決めていたんですけど、スープ作りだったりとか、あとはお菓子を作るのに重宝しています。これ以外にもいくつか部品があるんですけど、基本はこれだけ使用しています。アイスも作れるらしいので、夏本番を迎えたらひんやりスイーツも作りたいかなと思っています。こちらはサイズが大きめなので、炊飯器と同様キッチンの上に出しっぱなしにしています。一つ一つ分解できて食洗機にも対応しているので、使用後はいつもそのまま食洗機に入れています。冷蔵庫はシャープのものを使っています。あとキッチンの上に出すものといえば、よく買うフルーツだったりとか季節のお花なんかを飾っています。こちらのフラワーベース、阿部祐樹さんという方の作家さんの描きなんですけど、すごく素敵じゃないですか？あとは水洗の隣にハンドソープ、食器用洗剤、スポンジを置いています。ハンドソープはイソップのもの。こちらはいただき物です。やっぱり香りがいいですよね。食器用洗剤は IKEA のソープディスペンサーに詰め替えています。スポンジはマーナのお魚スポンジ。デザインの可愛さが気に入っています。そしてこの3つを収納しているのがスポンジホルダー。この下にある板が斜めになっていることで、スポンジや洗剤ボトルの底についたお水がシンクに流れる仕組みになっているんですよね。たまに横から漏れたりするんですけど、それでも直置きするよりは掃除が楽になりました。そしてシンクにも小さなスポンジが1つ。ここにつけておくとシンクの掃除が手間にならないんですよね。キッチンリセットの最後にこんな感じで軽く掃除しています。ハンドタオルは棚のハンドルにそのままかけています。タオル自体はいろいろ使ってるんですけど、この日は中村正七商店のものでした。楽天で購入したゴミ箱は分別するためにシンクの下に3つ用意しています。片足で開けられることと、中央からパカッと開くのでゴミを入れやすいところがポイントです。ゴミ袋も簡単に引っ掛けることができるので便利です。ローラーがついていて動かしやすいので、ゴミ箱を引き出して奥を掃除するのにも便利。ただこのゴミ箱、ゴミを詰めすぎると引き出す時にたまに袋が破れるので、それだけ注意です。お次は食器類をご紹介します。コンロの下にはよく使う和食器を入れています。表参道のエンカウンターマデュ青山だったり、あとは大文字というショップでよく買っています。こういった大きな器や
丼。あとは肉じゃがだったり角煮とか汁っぽい煮物を入れる器、豆皿だったり、こちらはナチュラルキッチンで購入した小鉢です。これね、165円とかでめっちゃお買い得でした。あとはいただき物の器ですね。この辺は食洗機が使えないのでいつも手洗いしています。その下には基本的な調理器具が入っています。大きな引き出しの中に2段収納スペースがあります。ボウルはほとんど無印のものですね。いろんなサイズを揃えてるんですけど、もうちょっと数があってもいいかななんて思っています。鍋類はフィスラーのものを使っています。このロゴが可愛いですよね。フィスラーの鍋は熱伝導率が高くって沸騰するのが普通の鍋よりちょっと早い気がします。あとは大好きなオクソーのサラダスピナー。これがないとサラダ生活ができません。しっかり水切りをしてくれて何年も使っていますが、一度も買い替えたことがないです。あとはバッラリーニのフライパン、ローマの24センチと28センチ。こちらは持ち手のデザインの美しさだったり佇まいが気に入りました。もちろんフライパンとしても使いやすくて優秀ですし、この持ち手の持った時のグリップの感じがなんかね、いいんですよね。しっくりきます。お次は下の段です。調理中の箸置きだったりフライパンのそれぞれの蓋、あとはこちらにも小さなフィスラーのフライパンがあります。一人用の目玉焼きとかを焼くときにこの小ささが結構便利です。こちらはバッラリーニの卵焼き器なんですけど、これ全然焦げつかなくてめっちゃ使いやすいです。おすすめ。あとはストーブのラウンド22センチのものです。重いんですけど、山崎実業のディッシュスタンドで立てかけると持ち上げるのが楽になりました。こんな風にパッと見た時にどこに何があるか分かると一目瞭然で分かりやすいですよね。あとはこちらにまな板だったりいろんなサイズの包丁を収納しています。オクソーのキッチンバサミは分解することができてすごく便利です。その方がやっぱり衛生的ですよね。結合部分って結構汚れたりとか錆びたりするので、これはそんな心配もなく、もちろん切れ味も抜群です。で、こちらはのの字のパンチングスプーン。ショートパスタとかゆで卵をすくうときに結構便利です。あとは恵比寿刃のペティナイフ、花 by 恵比寿刃という種類のものになります。見た目がやたらと美しいんですよね。フルーツだったり小さいものをカットするときに使っています。お次は調味料です。こちらも2段になっています。で、収納に関しては主に夫に会社さんとのやり取りお願いしてたんですけど、このように下の段だけを引き出して一旦閉めますよね。で、
もう一度引き出した時に上の段がちゃんとくっついてくるっていうのがどうやらポイントらしいです。で、よく使う調味料は竹谷のフレッシュロックに全て詰め替えました。しっかり密閉されるので湿度から調味料を守ってくれます。その代わり片手とかではやっぱりちょっと開けづらいかなと思いますね。で、下の段には大きいボトルの調味料を収納しています。最近のお気に入りは湯浅醤油。味が濃いのでお刺身とかにぴったりかなと思います。そしてジュゼッペ・ジュスティのバルサミコ酢。これもね、美味しいです。あとはアルティザンのトリュフ塩。香りが最高ですね。オムレツとかステーキにかけたりします。ちょっとした贈り物にもいいですよね。で、その下には入りきらなかった調味料があります。ストックバッグに入れてなんとなく見た目を揃えました。昆布とかだしだ、鰹節、焼き海苔などが入っています。この辺は毎日使うものではないので、以前は棚の中でちょっとね迷子になることがあったんですけど、ストックバッグに入れてそういうストレスがなくなりました。形状がバラバラなものは同じ形の収納袋に入れておくと棚の中でもすぐに探し出すことができます。その下にはインスタントのスープだったり詰め替え用の七味のストック、お餅、ミックスナッツなどが入っています。お次はカトラリーです。こちらの棚の中に2段の収納を作っていただきました。2人暮らしなのとお互い出張も多いので結構少なめかなと思います。ウッドのデザインの仕切りはマグネットになっているので、カトラリーの形に応じて自由自在に移動させることができます。カトラリーって多種多様なので地味に収納のストレスが大きいんですよね。ちなみにこのカトラリーレストはナチュラルキッチンで300円ほどでした。ゴールドのカトラリーは蔵前の道具屋のぼりで購入。美しいですよね。その下には洋食器だったりを収納しています。ザラホームとか韓国の EC サイトで買ったりしたものが多いかな。山崎実業のティッシュスタンドはしっかり食器が立つので安定感がありますね。こちらはファイヤーキングのプレートなんですけど、ハワイのヴィンテージショップで購入しました。綺麗です。このグレーの大きなラウンドプレートと、あとガラス食器は蔵前の道具屋のぼりにて購入しました。こちらはナチュラルキッチンのものです。ライトブルーが可愛い。伸ばし棒だったりチーズグレーター、ワインオープナーだったり形が様々で、かつ毎日使わないものはジョセフのカトラリーケースに収納しています。ある程度深さがあって収納しやすいんですよね。その下には大きいお皿だったり、あとはオーバルのお皿を立てて収納しています。で、隙間にワイングラスだったりシャンパングラス、せいろなんかを収納しています。一番下にはトレイやランチョンマットを収納しています。これもね、形が様々なのでなんかもうちょっとやりようがありそうなんですけど、とりあえず今は重ねるように収納しています。その隣には使用頻度が低いものたち、包丁研ぎだったり低温調理器、ガスコンロ、土鍋などがこの中に入っています。
お次はシンク側です。一番上にはエプロンやキッチンクロス、計量カップ、計量器、ミトンなどを収納しています。この奥層の計量カップなんですけど、いいところが上から覗いても数字が見えるところなんですよね。こういう些細な使いやすさがあると料理のストレスが減る気がします。あとは常時前線の水切りティータオルをこの中に入れています。我が家は水切りラック置かない主義なので、手洗いしたものはこのティータオルを敷いてその上に置いて乾かしています。使いやすいしシンプルな見た目も気に入ってるんですけど、 Amazon で毎年値上がりしてるのがちょっとネック。ループがついているのでフックを使用して引っ掛けて使うこともできます。ちなみにゴム手袋は楽天で購入しています。いつも使い終わったらこんな風に引っ掛けてます。で、その下には調理用のバットや野田ホーローのホーロー、マーナの冷凍ご飯容器、いわきの耐熱容器などを収納しています。作り置きをしたら作ったものをメモ書きしておいて、一目でわかるように側面に品名を書いて貼っています。3段目にはグラス、マグカップ、ティーカップなどを収納しています。こちらの3つはハワイのヴィンテージショップで購入したファイヤーキングたちです。いつも手洗いして大事に使っています。1タラのグラスは4つセットのものを伊勢丹で購入しました。セットだとちょっとだけ安くなるんですよね。その下には電動のコーヒーミル、ドリッパー、あとはお抹茶を立てる茶筅などを収納しています。この辺はまだ隙間があるので、もう少しいろいろ買い足しても大丈夫そうです。お抹茶はこの半年ぐらいずっとハマってて、時間がある時に立ててそのまま飲んだりとか、あとは抹茶ラテを作ったりしています。コーヒーミルは昔手動のものを使ってた時に手首を痛めてしまったので、今は電動のものを使っています。これね、引き方によって味わいもすっごい変わるので、コーヒーライフがめっちゃはかどるようになりました。ドリッパーは折り紙のものを使用しています。オーブンの上にも収納があります。お菓子用の調理器具、タンブラーやプロテインシェーカー、プロテイン、コーヒー、紅茶類などを収納しています。一番上の段にはバイタミックスの付属の部品たちと、あとはケーキとかクッキーの型、毎日使わないしかつ軽いものを収納するようにしています。2段目にはダイソーのブックスタンドを挟むことで縦長のタンブラーやプロテインシェーカーを取り出しやすくしました。黒なので悪目立ちしません。3段目の収納には無印のステンレスワイヤーバスケットを使用しています。こちらはお気に入りの馬車コーヒーのミラノモーニング。パケ買いだったんですけどめっちゃ美味しいです。あとはサボエ東京のお茶もお気に入りです。コーヒーのフィルターはストックバッグにこんな感じで収納しています。あとは小分けになっているお茶たちは IKEA のジップロックなんかに種類ごとに分けて収納しています。箱のままだと結構場所を取っちゃうので。あとはプロテイン。こういうのってでかいし重いのでケースに入れるだけで出し入れがしやすくなりますよね。
その下にはトースターとケトルがあります。どちらもバルミューダの超定番商品なので、もはや説明不要かなと思います。トースターはもう使って5年目になるんですけど、まだまだ現役ですね。そしてその下にはお掃除グッズがあります。ゴミ袋、ジップロック、洗剤、スポンジの替え、キッチンペーパーなどなど。ゴミ袋は取り出しやすいようにかけて収納しています。ジップロックはコストコでまとめ買いしたもの。あとは調味料で余っているものはオクソーのポップコンテナに入れました。たまたま余ったスペースにシンデレラフィットしたので、もうここに収納しちゃいました。食洗機用の洗剤と排水口用のお掃除タブレットは無印のアクリルケースに入れてます。手荒れしやすいので調理用のビニール手袋も欠かせません。排水口のネットは元々の袋を折り返して取り出しやすくしています。そしてこのキッチンには表側にも収納があります。正直ご紹介するほどでもないんですけど、スキンケアのテスターだったりとかお薬、ストックしているお掃除グッズ、あとは文房具なんかもちょこっと入っています。こちらは冷蔵庫と壁に隙間があったので試しに買ってみたディノスの収納ラックです。サプリだったり、あとは使う機会が一番少ないスパイス類、ストック用の調味料、パスタやウイスキーなど背の高いものもここに収納をしています。サプリは買って満足して飲み忘れることがよくあるので、こうやって一目で見れるようにすることで飲み忘れがなくなりました。はい、ということで我が家のキッチンツアーいかがだったでしょうか。私は正直お掃除とか片付けがかなり苦手なんですけど、それでも自分でオーダーして作ったキッチンなので、できるだけ大切に使いたいなと思いながら毎日料理したりキッチンリセットしたりしています。この動画が何か少しでもお役に立てましたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミントでした。